こんにちは。今回は P5X のコスパ最強プレゼントをご紹介します。皆さん、シナジーは順調に進めていますか？ P5X ではシナジーを上げていくことで解放される要素がどんどん増えていきます。ただし、シナジーランクを効率よく上げるにはプレゼントが欠かせません。とはいえ、種類が多くてどれを渡せばいいの？と迷う方も多いはず。そこで今回は費用対効果が高いプレゼントをシナジー対象のキャラクターごとに分かりやすくまとめてみました。それでは早速見ていきましょう。まずはともこへのプレゼントから見ていきましょう。好感度の上昇値はこの通りです。ひまわりの種についてはひまわりの種3個とシンプルな包装紙1つのセット価格で計算しています。この数値だけを見ると確かにハートリングが一番良さそうに見えますよね。ですが次に1000円あたりの好感度上昇値コスパを見てみましょう。するとハートリングは実はコスパが悪いんです。一方でハンドメイドのひまわりの種はとても効率が良い結果になっています。さらに七くん人形や目覚まし機もおすすめ。購入条件や価格の割にかなりコスパが優秀です。最後にそれぞれを比較したグラフがこちらです。次は元はです。プレゼント一覧と好感度上昇値はこちら、コスパはこちらです。基本的にハンドメイド品はコスパが良いです。花は基本種1つで2つ種に入ると仮定していきます。ランダムの花は種1つで1本のつもりです。他のコスパアイテムはバットやユニフォームでしょうか。グラフはこちらです。次はメロペイのプレゼントです。メロペの場合、特徴的なのはどのプレゼントも高価ではなく好感度の上昇値も低めという点です。その中でコスパが一番良いのはやはりスミレの花束。ただしメロペはシナジーの中でも優先度が高いキャラなので割り切って高価なプレゼントを送って一気にあげる、あるいはスミレの花でコツコツ上げていく、このどちらかの方針になると思います。グラフはこちらです。続いてはヤオリンです。ヤオリンはコスパ面でも親愛度上昇のしやすさでもかなり厳しいキャラクターです。一応ジャスミン茶はコスパ自体は良いのですが好感度の上昇値が小さすぎて効果が実感しづらいのが難点です。ただしヤオリンへのプレゼントは人間ステータスが低くても買えるものが多く価格自体も安いというメリットはあります。そのため場合によってはコスパを無視して心霊ビデオなどを送るのも選択肢になります。最後にグラフで確認してみましょう。次は富山へのプレゼントです。富山は先ほど紹介した2人と比べるとコスパの良いプレゼントが多いのが特徴です。ただし注意点として魅力が一定以上ないと購入できないプレゼントが多いという制限があります。それでもブランド香水以外は基本的にコスパが優秀ですので富山の場合はその時点で買える中で最も好感度上昇値の高いアイテムを選ぶのがおすすめです。最後にグラフで比較を見てみましょう。次はユイへのプレゼントです。ユイは富山と同じくブランド香水以外はコスパの良いプレゼントが多いキャラクターです。花のプレゼントこそありませんが代わりにトリュフチョコが好感度上昇値もコスパも優秀です。また魅力値が足りない時にはアイドルトレカもおすすめ。最後にグラフで比較を見てみましょう。次は加納旬へのプレゼントです。旬の最もコスパが良いアイテムは和菓子セットです。ただし好感度の上昇値が物足りないと感じる場合は万年筆を選ぶのも良いでしょう。ここまでのキャラにも共通していますがコスパが高くても好感度の上昇値が低いと行動力を無限に消費してしまうという問題があります。ですので旬の場合もある程度はコスパを妥協することが前提になります。最後にこちらがグラフです。
次は黒谷清へのプレゼントです。清の場合、よく使うのは心霊ビデオか立体パズルになるでしょう。そしてポイントは、初回ボーナスの入るプレゼントは優先して渡していくこと。さらに全てのプレゼントを1回ずつ渡すとアワードが獲得できるので、こちらも意識して進めるのがおすすめです。最後にグラフで比較を見てみましょう。次は椎名ゆうみです。椎名も基本的には香水以外はコスパが良いプレゼントが揃っています。そして大きな特徴はシナジーの優先度が非常に高いこと。解放され次第真っ先に進めるのを強くおすすめします。そのため椎名の場合は最コスパを狙うよりも好感度上昇値を重視する方が有効です。他のキャラのシナジーはコスパ重視で進めつつ、ユーミにはお金をかけるという戦略が良いと思います。最後にグラフで比較を見てみましょう。次は酒井彩香です。正直彼女は低コスパなプレゼントが多めなんですが、その訳、好感度上昇値そのものは高いラインナップが揃っています。中でもおすすめなのが金木犀の花茶。コスパ的にも優秀で、急いで好感度を上げたいのでなければ2回目以降はこれを渡すのが安定ですね。グラフはこちらです。ということで今回はコスパ目線から各キャラのおすすめプレゼントを紹介してきました。とはいえ自分の推しに全力でプレゼントするのも楽しみ方の一つ。推し愛最優先で OK です。皆さんのプレゼント事情も良ければコメントで教えてください。というわけで今回は T5X のコスパ最強プレゼントでした。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で。さようなら。